回は長谷川の72分の19番シリーズを進めます。前回のスピットファイアに引き続きって感じね。で、今回のキットは今回は FW190 でいいを取り上げます。 FW190 でいい。まず FW190 はめんどいのでフォッケウルフと言います。了解しました。フォッケウルフ D 型は A 型の液冷エンジン回収版で D9 型だと思われるローラなどの愛称で呼ばれていた。もともとフォッケウルフは空冷エンジンでしたね。そうそう、フォッケウルフは強力な戦闘機だったけど高高度での性能低下が指摘されていて、その回収案として液冷エンジン搭載となったらしい。日本では逆で液冷エンジンの飛煙を空冷エンジンに回収して母式戦となりましたね。日本は稼働率の問題というか、そこはお国の事情が絡むのでね。なるほど、このチャンネルでドイツ軍機を扱うのは初めてですね。そうなんだ。取り上げてなかった特別な意味はなく、むしろ好きなカテゴリー。その中でもフォッケウルフ D 型は大好きな機体かな。今後はドイツ軍機もどんどん取り上げていく。とはいえ9番なのですね。このキットの登場はいつ頃でしょうか。長谷川コンプリートワークスによると1976年らしい。47年前のキットです。ちなみに1992年に新版である AP 体が出ました。当時の価格は200円なんですね。青ラベル版は250円だったかな。 AP 体が出た時の黒いパッケージはもう少し高かった記憶がある。前回のスピットファイアはリニューアル版と型式が違いましたね。そうなんだ。今回は同じ型式となるので、この9番が再販される可能性は低いかな。スピットファイアはなんだかんだでコンボキットとかで再販されてましたね。ではこの機体の他社の動向を教えてもらおうかしら。了解です。 D 型に絞って有名どころのみ時系列で紹介します。まずは1958年にエアフィックスから発売。パッケージイラストが可愛いですね。次に1965年にインドバーグから、1976年にエアフィックスがリニューアル版を出して、同じ年に今回取り上げる長谷川の9番が発売された。ふむふむ。続いて1978年にイタレリから発売。この頃のイタレリはイタラエレイの頃かな。この後スーパーモデルが分社独立。1980年にイタレリにて改めて発売された。一番最初はアリクラストだったかしら。続けます。1992年に長谷川 AP 体から新版が出て、1995年にロシアのズベズダから、同じ年にイタレリの OEM でタミヤからも。タミヤはウォーバードコレクションですね。さらに1996年に LL から、これはエアフィックスの OEM みたい。1998年にはアカデミーからも。そして2000年にタミヤからオリジナル金型の新作キットが発売された。タミヤのウォーバードコレクションにも9番新版とあるのね。さらに2007年にホビーボスから、2011年に中国のユニマックス社の販売ブランドフォースオブバラーから、2019年にはフォースオブバラーの OEM でウォルターソンズからも、最後に2022年にポーランドの IBG モデルスから出たのだ。最後はウプ主も知らないメーカーばかりね。ウォルターソンズは999円で一時期話題になりましたね。タミヤ以降は作ってないので、どれが決定版なのかは分かりません。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは2機のフォッケウルフ D 型が米軍機の B24 を迎撃している様子なのだ。下に石油タンクが見えますね。ルーマニアあたりの油田かな、それとも西部のルール地方とかかな。いずれにせよフォッケウルフ D 型が実戦配備されたのは1944年11月以降、敵の護衛戦闘機がわんさか引率していた時期、それらをかき分けて爆撃機の迎撃任務を行っていたのね。では中身を見ていく。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカールは3種類。組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。第3戦闘航空団、第54戦闘航空団のコマンドのボトニー所属機。1945年にブリュッセル郊外に不時着した機体。第26戦闘航空団所属機から選択できるのだ。なるほど、部品点数は31点で少ないパーツ構成ね。では長谷川の72分の19番シリーズフォッケウルフ D 型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で1パーツ。これこそ最小構成ですね。パイロットフィギュアもつきますね。パイロットフィギュアは採用しても問題ないかと。パイロットフィギュアを登場させると操縦席も気にならないわね。この他に計器板パネルがある。計器類はデカールでの再現となっている。計器板は後で胴体に接着ね。次はエンジン。といっても液冷エンジンなので特になし。排気管も胴体にモールドされているのね。次はプロペラ。プロペラはカウリングと一緒に組み立てる。4パーツ構成ね。プロペラはスピナーとプロペラをカウリングの裏から軸を刺して固定。シンプルな構造ですね。そうなのだ。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。胴体は左右張り合わせで操縦席と計器板パネルを挟み込んで接着。塗装後に接着が望ましいかな。操縦席で少し触れましたが、計器板パネルはデカールも忘れずにね。貼り合わせ後に胴体先端の機種部分を接着。このおかげで操縦席から前の合わせ目は処理の必要がない。バリエーション転換用のパーツ割りだけど、合わせ目が消えるのは嬉しいわね。胴体のモールドは筋彫り用モールド。少し浅めかな。手間だけど彫り込んだ方がいいかも。次は主翼ですね。主翼は上下貼り合わせで3パーツ構成。こちらも筋彫り用モールドですね。ピトー管や機銃が一体パーツとなっているので気をつけなくてはいけないかも。なるほど。尾翼はどうでしょうか。いつものようにそれぞれ1パーツずつ。シンプルな構成ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースキャノピーとなっているので開閉選択はできない。キャノピーは2種類あるのね。選んだマーキングによって違ってくる。透明度は特に問題なしね。問題なし。次は足回りですね。まずはビリン。ビリンは胴体と一体成形となっている。ここも折らないように気をつけないとね。次は左右飛脚。飛脚はタイヤとカバートで3パーツ構成。足回りもシンプルな構成ですね。吊るし物はどうでしょうか。増装か爆弾の選択式。まあ増装でしょうね。今回は長谷川の旧キット72分の1フォッケウルフ D 型の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。部品点数も多くなく難しい箇所もないので非常に組み立てやすい内容かなと。ただバリエーション展開で A 型との共通パーツのせいか内容的におかしい部分を感じた。どこでしょうか。気がついたところでは主翼が A 型と共通なので主翼裏のモールドが一部違うみたい。それと増装化も A 型のものみたい。その他には胴体上面の機銃溝が少し短いかな。それとタイヤのホイールも A 型と D 型では形が違うみたい。いろいろとありますね。当時200円だったものなのでこういった箇所もおおらかな気持ちで組み立てられたら良いかなと。 AP 体では回収されたのかしら。ここで指摘した箇所は修正されたかな。ただ新版である AP 体も定番落ち状態。そうなのですね。とはいえ国産712分の1では長らくこれだけしかなくこのキットの存在価値はあったかと。細かい部分に問題があるにしても整合性もよく組み立てやすいキットですものね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。